1984年の WGP250cc チャンピオン、88年には当時最多記録となる5連続ポールポジションを獲得したフランスの青い騎士クリスチャン・サロン。彼の現役人生を振り返ってみる。1955年3月27日、フランス・リヨンに生まれたクリスチャン・サロン。5歳年下の弟ドミニクも GP250 および500でトップライダーとして活躍した。サロンは幼い頃から自転車に乗ることが好きで、友達と共に1日 130km 以上乗ることもあった。14歳の時に夏休みに働いて貯めたお金で初めてのバイク 50cc のモペットを購入。その後 125cc のモトベカン LT に乗り始める。サロンは公道でも安全運転に努め、反対車線を走ることはおろか、転倒さえ一度も経験してこなかったという。しかし、そんな安全運転をしながらでも、自分よりも大きなバイクに乗るライダーより早くコーナリングできていたことに気づいたことから、徐々にバイクレースへの興味を持ち始めた。1976年、ルマンで開催されたボルドール24時間耐久レースに初参戦。川崎のワークスマシンを借り、レース終盤までトップを走り続けたが、最後はマシントラブルに見舞われ、2位でフィニッシュ。この年から WGP350cc クラスにソノーとヤマハとして TZ350 を借り初参戦。翌1977年には 250cc、350cc にダブルエントリー。250cc クラスの第2戦ドイツグランプリでは WGP 参戦後初の勝利を飾り、年間14位。350cc クラスでは3度の表彰台を獲得し、年間7位でフィニッシュ。1979年、この頃サロンは排気量 750cc 以下の市販のマシンによって争われるフォーミュラ750、通称 F750 レースで特に活躍を見せていた。その影響もあり、サロンはついにこの年から WGP500cc クラスへの参戦が決まる。チームであるソノーとヤマハは日本のヤマハ本社に対してワークスマシン YZR500 の提供を依頼したが、開幕時点ではその判断が下されず、サロンは仕方なく 351cc に排気量を上げた TZ350 で GP500 クラス開幕戦ベネズエラグランプリに初参戦。それでも決勝は7位でフィニッシュした。それ以降のレースでは YZR500 の提供を受けたが、相次ぐ怪我により年間ランクは11位で最高峰クラスデビューシーズンを終えた。1982年、サロンは81年まで3年間 500cc クラスで挑戦を続けてきたが、度重なる怪我によりまともにシーズンを通して走ることができていなかった。そしてついに82年にはヤマハからの YZR の供給対象から外れ、350、250cc クラスに戻ることとなった。82年の 250cc クラス、第11戦フィンランドグランプリでは雨のレースながらもライバルを寄せ付けない走りを見せ、4年ぶりの WGP での勝利を飾り2勝目とした。この頃からサロンは雨のレースに強いことを印象づけ始めた。1983年、この年から 350cc クラスが廃止され、サロンは 250cc クラス1本で参戦。しかし、チームのソノーとヤマハはレースに対する予算を最小限で行っていたため、マシンのチューニングレベルは低く、スペアパーツもろくにない状態だった。同じチームメイトのライダーがこのことに対し文句を垂れ流しているのを尻目に、サロンは限られた条件下で自分とマシンの限界を追求することに集中していた。前半戦は転倒リタイアも多かったが、後半は巻き返し優勝1回、表彰台5回と善戦し、年間2位という好成績で着実に王座への足がかりを固めた。翌1984年、開幕戦南アフリカグランプリで2位になると、第4戦オーストリアグランプリで優勝。続く第5戦ドイツグランプリでも勝利を飾り、見事2連勝。サロンはこのシーズンでリタイアしたレースを除く全9戦中8回で表彰台獲得、3回の優勝を記録し、ついに WGP250cc クラスでの初タイトルに輝く。85年からの250クラスでは日本製ファクトリーマシンに乗るライダーによってタイトルが争われることになり、
この年のサロンは80年代において市販レーサーで250クラスタイトルを獲得した最後のライダーとなった。翌1985年には YZR500 を借り最高峰 500cc クラスに再挑戦。第2戦スペイングランプリでは3位表彰台獲得。そして第3戦雨が降る中開催された西ドイツグランプリ。このレースはサロンの現役人生において特別なものとなった。当時の GP500 でのレインタイヤはダンロップが優勢で、ミシュランはその遅れを取り戻すため新型レインタイヤを投入。スペンサーやローソンがこの新型を履く中、サロンは旧型でレースに挑む。これは新型レインタイヤには耐久性に問題があると判断してのことだった。サロンはいつものように押しがけスタートで遅れを取ってしまい、集団後方からスタート。しかしオープニングラップから一気に順位を上げ、2周目時点で10位に位置づけた。5周目から目論見通りミシュランの新型レインタイヤは垂れ始め、ライバルたちのペースが落ち始める。そして12周目にはトップを走っていたスペンサーを追い抜き、最終的には2位スペンサーに約11秒をつける大差をつけ圧巻の優勝。これが後にサロンにとってグランプリでの最後の優勝となった。サロンはこの年ダブルタイトルを獲得したスペンサーを時折脅かす速さを見せつけつつ、終わってみれば優勝1回、表彰台5回を獲得、年間3位という上々の最高峰クラスデビューを果たした。1988年、この年サロンは第7戦オーストリアグランプリから第11戦フランスグランプリまでで5連続となるポールポジションを獲得。これは当時の最多連続記録だった。特に第11戦母国フランスグランプリはグランプリ史上屈指の名レースとなった。予選最速のサロンはスタートこそ遅れたものの、お決まりのように1周目でライバルたちをごぼう抜き、2周目にはガードナーと熾烈なトップ争いを演じていた。そこにシュワンツ、ローソンも追いつき、史上稀に見る四つどもえの激しいバトルが繰り広げられた。そしてレース終盤、先頭を走るのはこの年逆転タイトルを視野に入れていたガードナー。しかし終盤でガードナーの NSR にマシントラブルがあり失速。それをローソンが抜きトップに。この時サロンもガードナーを抜き去り、ローソンを抜くことさえチャレンジできた。しかしサロンは怪我をしているかつその時点で一番タイトルに近かった同じヤマハのローソンに対して無理に仕掛けると怪我をさせてしまう可能性を危惧し、一瞬スロットルを戻した。サロンは母国グランプリでの初勝利を目の前にしながらも同じヤマハのローソンに貴重な勝利を譲った。もちろんこれはヤマハに指示をされたことではなく、サロン自身が判断したこと。そしてローソンはこの年に見事タイトルを獲得。サロンはこのシーズンで6度の表彰台を獲得し、年間4位となった。1989年、この年はローソン、レイニー、シュワンツのアメリカンライダーによる激しい三つどもえとなった年だった。この年サロンはミシュランとある約束を交わす。それは89年のランキングで3位以内に入れば翌年に A グレードのタイヤを提供してもらえるということだった。サロンはこのシーズン一度も転倒することなく完走し、前線でポイントを獲得。6回の優勝と6回のリタイアという極端な成績を残したシュワンツを3ポイント上回り、見事約束を果たす年間3位で走り終えた。しかしこれに対しミシュランはこの約束を土壇場で白紙とし、90年もサロンに対して A グレードのタイヤを提供することはなかった。サロンは内心90年での現役引退を決めており、最後のシーズンをベストの状態で臨めない事実に思わず涙を流した。1990年、サロンはミシュランと別れ、この年からダンロップに変更。しかし前年度は一度も転倒することがなかったサロンが開幕戦日本グランプリでは走行初日だけで3回も転倒してしまう。このシーズンでは6回のリタイアを喫し、最高成績は4位。年間ランクを9位とし、現役を引退することになった。しかし最後までダンロップタイヤの性能向上に尽力し、自分の限界に挑み続けた姿はサロンらしい引退シーズンだったと言える。サロンはこれまで鈴鹿8隊に2回出場している。1986年では平忠彦とのペアでヤマハ FZR750 を借り出場。
しかし両者の好むシフトパターンが平が逆チェンジ、サロンが正チェンジと異なっており、レースではライダーチェンジのたびにシフトパターンを変更していた。結局86年はマシンの燃料系トラブルによりリタイア。その後グランプリ引退後の1996年には再び平とペアを組んで TRX850 を借り10年越しの完走を果たした。サロンは1986年までのレースで行われていたスタート時の押し掛けを苦手としており、予選での好ポジションをスタート時に失ってしまうものの、レースで取り返すという展開が多く見られた。これには理由があり、サロンは押し掛けスタートの時はスタートの合図が出てから律儀にバイクを押し始めていたが、周りのライダーは合図が出るのを見越してフライング気味にスタートさせていたと本人は語っていた。サロンといえばハングオン全盛の時代にリーンウィズで挑み続けたライダーでも有名。リーンウィズはハングオンに比べてフロントタイヤの消耗が大きくなるが、体を左右に振ることがないので正確なラインでライディングできるメリットもある。これに気づいたサロンは80年代後半からは小さいコーナーではハングオン、高速コーナーではリーンウィズというスタイルを確立していった。フランスの青い騎士クリスチャン・サロン。怪我に苦しむシーズンも多く、思うように実力を発揮できなかったライダーかと思います。ただスタートの遅れを取り戻すスターティングラップでの圧倒的速さや一人の人間としてのレースに対する姿勢は記憶に残るライダーと言えますね。皆さんも一度サロンの走りをご覧ください。特に88年のフランスグランプリは必見の名レースです。それでは。try, 'cause maybe